おはようございます。ケンです。テスラの2025年 Q2 の納車台数の発表がありました。今日はその内容とその結果を受けた株価の動向について解説をしていきたいと思います。実は今回の Q2、数字だけを見ると前年比では 13% も減っているんです。でも意外にも市場はポジティブに反応してテスラ株は一時5% 以上も上昇しました。なぜそんなことが起きたのか、このあたりについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。さて今日はこのテスラ Q2 納車ニュースを3つのポイントに分けて解説をしていきます。まず1つ目は、今回の納車台数が何がすごかったのかという点になります。ただの減少ではなく、実は予想を大きく上回ったという事実が隠れています。二つ目は、株価がなぜ上がったのかです。納車が前年比マイナスなのになぜ株価が 4% 以上も反発したのか、そこには投資家心理と市場の読みがあります。そして三つ目は、今後のテスラにとって重要な動きは何かという点になります。廉価版のモデル Y の投入の話も出てきていますし、これが巻き返しの鍵になるかもしれません。この3つのポイントについてそれぞれ今から解説をしていきたいと思います。ではまず最初のポイント。今回の納車台数はどうだったのか、こちらから見ていきましょう。はい。テスラが発表した2025年第2四半期、つまり4月から6月の納車台数は38万4122台でした。次にエネルギー事業ですけれども、エネルギー事業としては 9.6 ギガワットアワーのエネルギー貯蔵を導入し、第2四半期としては過去最高となっております。一見すると納車数に関してはあれ減ってるじゃんって思う方もいるかもしれません。実際、前年の同じ時期と比べると約 13% の減少です。でもこの数字、実は市場にとってはサプライズポジティブだったんです。どういうことかと言いますと、テスラの納車台数を割と正確に予想すると言われてきている有名な個人アナリストがいらっしゃいます。例えば、トローリー・テスライクさんだったら予想は35万6000台。もう一人、テスラファン MTI さんは34万5000台でした。これに対して今回の実績は38万4122台で、トローリーさんの予想より 7.3% 多く、テスラファン MTI さんの予想より 11.3% も上回る結果でした。つまり前年と比べて減ってはいるものの、思っていたより全然良かったっていうのが今回の評価のポイントなんです。そしてこの納車台数の発表を受けてテスラ株がどうなったかというと大きく反発しました。プレマーケット、つまり通常の取引が始まる前の時間外取引でテスラ株は 5.9% 上昇しました。実際にその後の株価は 4% の上昇となり313ドル台まで回復しています。これはかなりポジティブな反応と言えるのではないでしょうか。そしてなぜこんなに上がったのか、理由はシンプルです。それが先ほども言いましたけれども、思ったより悪くなくって結構良かったんじゃないかっていう印象を市場が持ったからです。テスラのように注目度が高くボラティリティのある銘柄は数字のインパクトだけではなく予想とのギャップに非常に敏感に反応します。今回はそのギャップがポジティブに働いたということになります。では次に注目したいのはアナリストたちがどう見ているのか、そして今後のテスラにどんな戦略があるのかです。今回の納車台数っていうのは市場にとってポジティブサプライズではあったんですけれども、アナリストたちはここで浮かれていません。冷静に次の四半期、つまり第3四半期に目を向けています。その中で注目すべき投稿がトローリー・テスライクさんのものです。彼は2025年の第1四半期と第2四半期、それぞれの納車台数が前年と比べてどう減少したのかを明示しています。Q1 は5万129台の減少、
Q2 は59,834 台の減少。これで年初からの合計で約11万台減っているということになります。そしてトローリーさんが特に強調しているのが Q3 がさらに厳しいという点です。なぜかというと、2024年の Q3 は納車台数が46万2890台と非常に強かったからです。つまり今年の Q3 でそれを上回るのはかなりハードルが高いということになります。こうした中でテスラが動こうとしているのが廉価版のモデル Y の投入です。トローリーさんの投稿の中でもテスラは間もなく装備を削ったモデル Y を投入する可能性があると触れています。価格を下げて販売台数を引き上げる戦略。これは需要回復を狙った重要な一手になるかもしれません。とはいえ、このモデルがいつ、どの市場で出てくるのか、これに関してはまだ正式には発表されていません。ただ、市場にはその可能性をすでに意識し始めているということになります。それでは最後に、今後のテスラがどうなっていくのか、僕たちはどう見ておくべきなのか、こちらについて考えてみたいなと思います。はい。では、ここまで見てきたように、今回のテスラ Q2 っていうのは悪くなかったというよりも、予想よりかなり良かったっていう結果になりました。ただし、それは前年比では減っているという事実を覆すものではありません。第2四半期連続で納車が前年を下回っているということは、やはり需要の鈍化や市場の変化がじわじわ効いている証拠でもあります。そして次の Q3 は昨年の46万台という高いハードルがあります。ここを超えられるかどうかがテスラの今後の勢いを占う大きな分岐点になりそうです。そこで鍵を握ってくるのが廉価版のモデル Y の投入です。もしくは今年の上半期に発表予定とあった新型モデルの投入です。こちらは結局上半期に発表はなかったんですけれども、この2つのモデルが Q3 中に出て納車も始まれば一定の成果が出る可能性があります。ただ、かなりここに関しては未知数であるっていうのが現実的なところです。ただ Q3 に向けて何かしら新型の発表などがない限り厳しいのかもしれません。皆さんはこの動きどう思いますか？テスラはこの戦略で再び納車台数を押し上げられると思いますか？それとも Q3 も前年比マイナスが続き厳しい評価を受けると思いますか？ぜひコメントで皆さんの意見っていうのを聞いてみたいなと思います。はい、ということで今回はテスラの2025年第2四半期 Q2 の納車台数について詳しくお届けしました。数字だけを見ると前年比マイナスですが、実は市場予想を大きく超えるサプライズ、株価も 4% 以上反発するなどテスラに対する評価が少し変わってきた印象があります。ただ、これで安心というわけではなく、次の Q3 はさらに厳しい比較になることが予想されます。その中で廉価版のモデル Y の投入だったり、新型モデルがどう作用するのか、これが今後のポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上げておりまして、現在314ドルまで上がってきております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もし今、テスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は基本的に同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめは、ハードウェア4搭載の中古を買うのがいいんじゃないかなと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、
これももう僕は全くありません。テスラの場合は30万キロ、40万キロ、50万キロ、ね、全然走っていくと思います。それを考えると、10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお買い得だと思います。なので、新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古テスラ情報を見ていますけれども、モデル3に関してはハイランドも出てきております。モデル Y も最近は増えてきています。もし中古のテスラに興味のある方は、概要欄の僕のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので、登録されてみてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひね、情報だけでも欲しいって方は登録されておいてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。